鉄道で行く京都敦賀の旅第2話京都観光東編。新幹線を降りて在来線の改札までやってきました。さまざまな路線が乗り入れていますね。京都の駅ビルすごい大きいですね。これから奈良線に乗ります。221系が止まっています。平成元年に登場し、今では奈良線や山陰本線などで走っています。全面展望で出発進行。京都線と分かれ南に向かっていきます。再び鴨川を渡ります。並行しているのは琵琶湖疎水から続く鴨川運河です。目的の駅に着いたので221系をお見送り。ありがとう。やってきたのは稲荷駅。伏見稲荷大社の目の前です。撮影ルールがある場所ではイメージにてご案内をしたいと思います。全国に約3万社あるとも言われる稲荷神社の総本宮です。その歴史は古く、稲荷大臣が稲荷山に鎮座されたのは西暦711年と伝えられています。深の御霊の狼を主神に5柱の神様がお祭りされています。名前の羽化は食べ物などを表していて、穀物を司る神様です。千本鳥居は江戸期以降、願いが通ったお礼として鳥居を奉納する習慣から始まりました。実際は約1万基ほどあるそうです。稲荷山は標高233メートルで、山全体が神域です。頂上まで一周するのがお山巡り。たくさんのお塚があります。お稲荷さんといえば狐そのものが神様というわけではなく、稲荷大臣のお使い、眷属とされています。ちなみに稲荷寿司は狐の好物の油揚げに神様の恵みであるお米を詰めたのがルーツ。米俵の形をしているのも豊作への祈りが込められているからだそうです。伏見稲荷大社への参拝を終え、北にある出町柳に向かうために京阪電車を利用します。特急列車の8000系が通過していきました。こちらが伏見稲荷駅です。準急の1万3000系出町柳行きが到着。途中の三条駅で特急に乗り換え、ダブルデッカー車に乗ってみました。会場席に座ることができました。天井が近い地下の車窓は新鮮です。出町柳に到着です。鴨川デルタにやってきました。手前の高野川が鴨川と合流するところです。少し水が多くて笹濁りですね。朝が早くちょっと疲れたのでここで休憩。京都のハトさん、こんにちは。ちょっと横を失礼します。なかなかの景色、一休みにはいいかも。バスに乗って銀閣寺方面へ。でもなんだか方向が違うような。やってしまいました。乗るバスを間違えたようです。でもなんだか面白い道を発見。小川に沿った涼しそうな小道です。白川疎水通りというらしいです。ちょっと歩いてみましょう。2種類の木が同じところから生えています。なんだか不思議な感じがします。少し進んだ先にある階段を上がっていくと、何やら見慣れない構造物を発見。調べると旧松ヶ崎浄水場の導水管に関連する遺構みたいです。苔むす感じが歴史を感じさせますね。白川疎水を橋の上から見てみましょう。とてもいい雰囲気、水も綺麗ですね。哲学の道にやってきました。
白川疎水をたどってもともと来たかった目的地まで来れたのは嬉しい誤算。まるで疎水が導いてくれたようにも感じます。京都には何度も訪れてますが、ここに来るのは久しぶり。またまた面白そうな場所を発見。疎水は暗渠となり、すぐ先で別の川が横切っているようです。一体どうなっているんでしょうか。気になります。白っぽい色をしたこの川は白川です。比叡山の方から流れてきています。見た感じ、同じ高さを流れているように見えますね。これは伏せ腰という仕組みらしく、逆サイフォンを使って疎水を白川の下に潜らせているとのことでした。とても興味深い技術ですね。哲学の道からは一度離れて銀閣寺へと向かいます。参道に入ると観光客が増えてきましたね。銀閣寺の正式名称は東山慈照寺臨済宗聖国寺派のお寺です。室町幕府8代将軍足利義政が1482年にこの東山の地へ山荘を築いたのが始まり、応仁の乱で焼け野原になった京都、義政は政治から距離を置き美の世界に没頭しました。国宝の観音殿と東武道、老人祭は書院造りの原点とされ、和室や茶室のルーツとされています。ここから日本人のわびさびが始まりました。再び哲学の道に戻ります。ちょっと疎水を覗いてみます。魚がいました。追い川です。模様が綺麗ですね。哲学の道は銀閣寺のふもとから熊野若王子神社までおよそ2キロ続いています。名前の由来は哲学者西田幾多郎京都大学へ通う道すがらこの道を試作しながら歩いたと伝えられます。水辺なのでハグロトンボや塩辛トンボも見られました。地図があったので見てみましょう。バスを間違えてスタートしたのがここ。銀閣寺がこちら。今はこの辺りでしょうか。目指すのはここ、東山の辺り。せっかくなので私も哲学のことを考えてみることにしました。哲学者プラトンは言いました。私たちが見ているのは完璧な本物の影を見ているに過ぎない。デカルトはさらに考えました。目も耳も当てにならない、すべて夢かもしれない。でも考えている自分は存在している。我、思うゆえに我あり。この鳩さんたちも夢かもしれない。どこかに完璧な鳩さんがいて、その影を見ているのかもしれない。しかし、鳩さんを見て考えている私は今ここに存在してる。この世界はどうできてるんだろう。鳩さん、どう思いますか？あ。再び疎水を覗くと、今度は大きな鯉が泳いでました。私のことなどを気にせず悠然と泳いでいます。なんだか貫禄がありますね。きっとここの主でしょう。哲学の道もあと少しいろいろと楽しめましたね。哲学の道を抜けた後、綺麗なネジ花を見つけました。道を進んでいると南禅寺にたどり着きました。南禅寺の始まりは1291年、亀山法皇が利休を禅寺として寄進したことに遡ります。皇室の発願による最初の禅寺、京都五山のさらに上、五山四女という別格の位置に置かれました。そびえる三門は大阪夏の陣で亡くなった藩士を弔うため、東堂高虎が寄進したもの。境内に突然現れるレンガのアーチは疎水を渡すための水路閣です。ここを渡った水は先ほどの哲学の道の水路へと流れ込んでいます。橋を渡ると坂を登るまっすぐなレールが見えてきました。
蹴上インクライン、高さの違う水路に船を上げ下げしていた施設です。明治24年から昭和52年まで使われていたそうです。このような台車に乗せて荷を乗せた船を運んでいました。大津から京都への物流をも疎水が担っていたというのは驚きです。また疎水の水は発電も行っていました。この電力でインクラインを動かしていたとのこと。写真は保存されている第2期蹴上発電所の建物だそうです。南禅寺船だまりまでやってきました。噴水が迫力ありますね。昔は荷を乗せた船がたくさんいたんでしょう。堤防の上にアオサギさんが佇んでいました。水辺を見つめる鋭い眼光。暑くなってきたのでそろそろ進みたいところ。甘みどころがないかと歩いていると、ホーランド平安神宮店さんを発見しました。いただいたのはスザクパフェと甘いアイスグリーンティー。わらび餅とアイスクリーム、黒蜜の風味が合います。冷たくて甘い、美味しくて生き返りました。祇園方面へバスで向かいます。今度は間違いなさそうです。祇園で降りて八坂神社へお参り。立派で綺麗な西楼門。祇園さんでおなじみの八坂神社、全国に約2300社ある八坂神社の総本社。御祭神は須佐の小野命と櫛灘姫の命と八柱の巫女神。日本三大祭りの一つ祇園祭はたくさんの出汁が有名ですね。四条通りの商店街を歩いていきます。とても賑わっていますね。四条大橋から見る鴨川。並んでいるお店の納涼床が夏の京都を感じさせますね。たくさんの飲食店が並ぶ本都町、趣のある風景が続きます。この町は高瀬川を行く船の船頭や旅人が利用したことで発展しました。高瀬船って聞いたことがあるかもしれません。当時何人もの引き子が数珠つなぎになった船を引っ張ったそうです。まるで単線の鉄道のように上りと下りを時間で分けて通っていたようです。これが現在の高瀬川。実はこの川、鴨川の水を引いているんです。京都観光1日目満喫できました。そろそろ京都駅に戻ります。バスで京都駅に戻ってきました。さすがターミナル、たくさんのバスが発着しています。京都の東、疎水を巡る旅はいかがだったでしょうか。水がこの町にとってどれだけ大事か分かったような気がします。明日もいい旅ができるといいです。今回のお宿は西権願寺近くの旅館あずまやさん。旅の疲れを癒したいと思います。お世話になります。ここまでのご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。次回、鉄道で行く京都敦賀の旅第3話は、京都観光西編、嵐山を巡ります。西の清流桂川。ほっこりするような発見。お楽しみに。